こんにちは、ホロロです。ワーナーブラザーズ様にご招待いただき、映画マイホームヒーローの試写会に行ってきました。現時点でまだ一般には公開されていない映画マイホームヒーロー。本動画ではもちろんネタバレはなしで、映画をさらに楽しめる予習を行っていきます。ドラマの内容の振り返りだけでなく、新キャラクターの解説もしますよ。いいね、コメントいただけると大変励みになります。公開日にはネタバレありの感想もお届けするので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。はじめに自己紹介を。僕、ホロロは、ドラマ解説の YouTuber、ドラママイホームヒーローが放送されていた去年の秋、放送に合わせて毎週解説の動画をアップロードしていました。毎週ハラハラドキドキ楽しませてもらって、漫画も全巻買って読んでいます。そして満を持して3月8日、ついに完結編にあたる映画が公開されます。と、そのタイミングで一生懸命解説していたのが、ワーナーブラザーズ様に認められて、インフルエンサー向け試写会にご招待いただきました。これで、誰よりも早く、そして詳しく映画マイホームヒーローの情報をお届けできることになりました。過去のドラマの解説や感想は再生リストにまとめているので合わせてご覧ください。めちゃめちゃ掘り下げて解説しています。さて、完全に余談ですが、現在はドラマリビングの松永さんの解説や感想をしています。正直言って視聴層がまるで被っていないですが、こっちも見ているという方がおられましたらぜひご覧ください。この次のクールでは Netflix で配信される SF ドラマ3体を取り上げる予定です。またまた視聴層が違ってしまっています。それでも視聴の予定の方がおられましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。さて、今回の予習ではキャラクターごとに取り上げていきます。漫画の情報も盛り込んでいきますね。取り上げるのは映画のパンフレットに載っているこちらの皆さん。それでは早速1人目、鳥栖哲夫。本作の主人公、ドラマの時点で起こした殺人は1件のみ。その相手は娘麗華の彼氏、半グレ組織の一員であるマトリ・ノブト。ノブトは麗華の祖父母が大富豪であることに目をつけて近づいてきただけで、そこに恋愛感情はありませんでした。ノブトは人を殺した経験を周囲に吹聴するほどの危険人物。このままでは娘の身に危険が及ぶと判断した哲夫は、彼の脳天に炊飯器を振り下ろしたのでした。さて、遺体は完璧に処分しました。しかし、一人だけ彼に疑いの目を向ける者がいました。ノブトと同じ半グレ組織に所属する真島恭一です。勘の鋭さと頭の回転の良さで哲夫を追い詰める恭一。しかし哲夫は持ち前のミステリーの知識をフル動員して、逆に恭一に信人殺しの罪をすりつけることに成功。この一連の出来事により、哲夫の中では恭一が組織によって殺されたことになっているので、現在は安寧の日々を送れています。実際恭一は生きているのですが、それについては彼のパートでお話ししましょう。信人の父、マトリ義達も行方不明になっています。義達は殺されたのではなく、哲夫の目の前で自殺をしました。仕方なく哲夫は義達の遺体を隠蔽することになります。しかしこの時の哲夫、疲れ切っていたこともあって脇が甘かったんですね。今回の映画のあるシーンにつながります。さて、彼が遺体を運んだのは御嶽さん。満身創痍になりながら義達を埋めます。いつか全てが許される日が来るだろうか。心身ともに限界を迎えていた哲夫は稲光が赤く染め上げて空に向かって絶叫します。それがこの有名なシーンですね。映画では豪雨が御嶽さんの山肌を削り、あらわになって義達の白骨遺体が発見されます。その発見は全国的に報じられることになり、警察が本格的に捜査に乗り出します。またこの発見で半グレ組織魔の会も義達が姿をくらませたのではなく死んでいたことを知ります。こうして哲夫は警察と魔の会との三つどもえの戦いに巻き込まれることになります。ここまでの展開は原作通り。さて、ここからどうなっていくのでしょう。警察官になった娘とどう対峙するのかが一番の注目ポイントです。鳥栖河川、哲夫の妻。ドラマでは哲夫の頼れるパートナーとして大活躍。恭一を罠にはめ、信人殺しの罪をなすりつけるのに貢献しました。映画では再び哲夫に協力して戦いに身を投じようとしてくれますが、哲夫はそれを拒絶。なぜなら、鳥栖夫妻の間にはドラマと映画の時間軸の間で子供が生まれていたのです。この名前はアキラ。アキラを守らなければならないため、河川を前線に出させるわけにはいきません。さて、ここで誰もが気になるのが、よくあんな事件の後に子供を授かったね。という余計なお世話のことだと思うのですが、この理由については原作漫画の23巻で語られています。現時点で最新刊の情報なのでネタバレはしませんが、今すぐ知りたいという方はコメントや X でフォローして僕に絡んでみてください。フォローしてリプライいただければフォローバックもしますよ。原作漫画第2部が河川の生まれ育った村を巻き込むカルト教団のエピソードなのですが、映画ではこれらの設定がはしょられています。そもそも実写化には適さないかなりヘビーな内容。ただ、読み応えは抜群なので、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね。河川というキャラクターを見る目が一変します。鳥栖麗華、ドラマから7年の時が経ち、警察官になりました。これは原作における第3部と設定と同じ。演じるのは斉藤飛鳥さん。先日発表のあった実写版推しの子でも星野愛を演じることが決まりました。今一番勢いのある女優の一人と言ってもいいでしょう。ドラマではあまりスポットライトが当たらず、時にうざいと読者、視聴者から評価されてしまった麗華でしたが、
映画では出番が急増、高い格闘技術を有しており、これは原作漫画でキックボクシングのジムに通っている設定が生かされています。映画では事件の重要参考人として鉄夫の存在が浮かび上がり、身内である麗華は捜査から外されてしまいます。しかし、7年前に何があったのか、どうしても知らなければならなかった彼女は、パンドラの箱を開けてしまいます。その鍵となるのは恭一。組織も警察も見つけられなかった彼を、麗華はどのように見つけ出すのでしょうか。そして彼女は鉄夫の犯した罪を知り、警察官としての正義と家族を守ることの本質の狭間で揺れることになります。パンフレットでは、最後の敵と銘打たれた麗華、どのように殺人者である父と向き合うのか、ラストシーンから目が離せません。真島恭一。ドラマで鉄夫により信人殺しの罪を着せられ、組織を追われることになった恭一。ドラマのラストでは、マトリ義達に真犯人は鉄夫であることを暴露し、物語からフェードアウトしました。それから7年の月日が流れ、恭一は造船所で働いています。そこへ刑事となった麗華が現れ、父親の真実を教えてほしいと迫るのが映画の流れ。本作屈指の人気キャラクターの恭一。もちろん彼の出番はこれにとどまらず、本数字にがっつり絡んできます。ところで、恭一の鉄夫に対する感情は憎悪。彼はその恨みを晴らすべく、鉄夫の前に立ちはだかるのでしょうか。さて、原作漫画の恭一のその後はドラマとまるで違っています。漫画では、紆余曲折を経て、自ら警察に出頭。そこでしっかり罪を償うことになり、7年後の舞台では社会復帰をしています。しかも恭一は、念願だった食堂を母親と一緒に切り盛りしています。そんなに堂々と働いて組織に狙われないのか。そこには実写版で語られない濃密な理由があるので原作漫画をご覧ください。麗華が現れ7年前の真実を語る流れは一緒です。漫画版と違って実写恭一はかなり不遇な運命をたどりました。7年間母親の元に帰ることもできず、いつ組織に見つかるかもわからない不安な日々を過ごしています。金髪になったのも変装の一環なのでしょう。久保。ここについてはドラマを見る限りでは恭一の上司以上のキャラクターではなかったのですが、その実態はマジでヤバい作中一番の狂人です。実は彼、組織に所属する殺し屋、そんじょそこらの半グレ組織の幹部とは一線を画す人物なんです。殺しがしたくて戦地で傭兵をしていたという設定も原作準拠。そもそも彼は10億円そのものに興味などないのです。その金がないと組織は彼が殺しに興じるステージを用意できないから、それが久保の行動原理となっています。やばすぎでしょ。そんな最強の殺人者に鉄夫はどのように立ち向かうのでしょうか。原作漫画の第2部では彼がラスボスとなり鉄夫の前に立ちはだかります。悪のカリスマとしての存在感がえげつなく、敵なのに妙に引きつけられます。映画でもその狂気の一端を感じられるはず。久保には要注目です。ここからは新キャラクターを紹介。もちろんネタバレはしませんのでご安心ください。安本浩二、組織犯罪対策班刑事。反兵組織や暴力団専門の刑事です。演じるのは立川談春さん。しかし魔の会は徹底的に管理された一流の半グレ組織なので、犯罪の痕跡を残しません。それゆえにずっとこの尻尾をつかめずにいました。しかし、義達の白骨遺体が発見されたことで状況が一変、稼ぎ頭だった義達が死んでいたということで、組織が殺人者の追跡を始めるだろうと読み、これを尻尾をつかむ千載一遇のチャンスとして動き始めます。鉄夫の亡き父親は刑事でした。これはドラマで恭一に対して語っています。安本は鉄夫の父の部下だったということで、鉄夫のことも覚えていました。御嶽山が土砂崩れを起こしたと知り、双眼鏡で様子を見ていた鉄夫。安本は偶然にもその場所で、かつての上司の息子と再会してしまいます。なぜそこにいるか問われた鉄夫でしたが、バードウォッチングとよどみなく答えてはぐらかします。しかし安本は、鉄夫の履いている革靴を見て、まるでバードウォッチングに適していないことを指摘するのでした。この再会をきっかけに、安本は鉄夫を完全にロックオン。鉄夫は半グレ組織の他に、警察の動きにも気を配らなくてはならなくなりました。このように、安本刑事はさすがのベテラン、かなりキレます。ドラマでは登場しなかった警察という組織が関わってくることで、物語は三つどもえの戦いになり、面白さが加速します。ちなみに安本刑事のキャラクターの設定は原作漫画と全く同じです。沢隼人、鉄夫の秘密を知る男。生きか見方がもわからないダークホースとして物語を盛り上げます。彼について研究すると必然的にネタバレになってしまうので多くは語らないようにしましょう。原作では小沢健信という名前で登場。設定も酷似しており、小沢のままでも良かったのではと思いますが、何らかの事情があるのでしょう。小沢は原作漫画第2部において麗華のアルバイト先のコンビニの後輩として働いています。彼は麗華のことを知りたがるので、麗華はモテキャンに消えると勘違い。ところが実は、という流れ、映画ではまた違う方法で接触してきます。演じるのは宮瀬隆美さん。可愛らしい透明感のある顔立ちが、エキセントリックな大沢のキャラクターにミスマッチで、逆にサイコパスな雰囲気を際立たせていました。詩の漢字、魔の会のトップ。演じるのは津田健次郎さん。僕が紹介してきた作品では、トリリオンゲーム、私の幸せな結婚に出演。
すごく縁を感じます。お知り合いになりたい。予告を見ていただければわかるのですが、演技の癖が強すぎて、強靭っぷりがめちゃめちゃ伝わってきます。もう頭のネジが数本飛んじゃっています。ドラマでもその存在は示唆されていましたが、映画にて本格的に参戦。特に証拠もないのに、ノブトを殺したのは今日一ではなく鉄夫であると断定し、悪辣な方法でトスケに迫っていきます。シノは原作との乖離が一番大きなキャラクターに仕上がりました。根っこの部分は一緒なのですが、性格はまるで違います。本作を盛り上げるために必要な改変だと考えられますが、ここまで原作に忠実に作っていただけに大きな葛藤があったのではないでしょうか。シノがどのように評価されるのか、今から楽しみです。島、捜査一課の刑事、インパルスの板倉さんが演じています。原作でもレイガの上司として登場します。ただ、パンフレットに出ていますが、そんなに語りどころないキャラクターなんです。板倉さんごめんなさい。今回は映画マイホームヒーローについてキャラクターに沿って予習をしました。TVer ではドラマをコンパクトにまとめたスペシャル版が配信されているので、ぜひご覧ください。また、ディズニープラスでは全話見放題配信されています。ディズニープラスには無料お試し期間がありませんが、ポイ活サイトのハピタスを経由するとお得なので、概要欄のリンクから確認してみてください。ディズニープラスではアニメ版も配信中。でも、アニメ版については多くの VOD で配信されているので、すでに登録済みのサービスがあるかもしれません。特に月額が安く、利用者も多い Amazon プライムビデオで配信されているのが嬉しいですね。また、骨の髄までしゃぶり尽くしたい方は原作漫画もおすすめ。この映画は最新刊の内容までしっかり盛り込まれて作られていて、原作へのリスペクトが随所に感じられます。漫画 YouTuber の歌丸さんの動画で紹介されていますので、ぜひご覧ください。映画の公開は3月8日。当日にはネタバレありの感想動画も配信するので、チャンネル登録をしてお待ちください。それではまたお会いできますように。バイバイ。